普通は、宇宙に充満している理性意識力の微粒子が、宇宙の圧力で赤ん坊の体に入るが、心霊が身を取る場合は、自分の霊体を分ける。これが世間でいう神の生まれ変わりである。ただし、これは心霊以外はできない。つまり、死んで間もない人間の霊が、二代後の孫に生まれ変わることは絶対にない。若い人霊は、あまりにも未完成の霊構造のため、その能力もないからである。世間では、この子は祖父の生まれ変わりだとか、この世で悪いことをすると畜生に生まれ変わるとか、自分の前世は畜生であったとか、いろいろと語られるが、これらは仏教の布教の方便であり、事実ではない。人間の出生時には、最初から宇宙の純無垢な理性意識力の微粒子が入る。その他のものは一切入れないよう、強大な心霊の厚い膜で、人間は一人一人、包まれて保護されている。中枢とこれに連なる中心組織は、このような対極的活動をしているが、これに愛好をして、中心機関の意を我が意として、一心同体となって活動する無所属の大神軍、つまり巡回神と方向神の大軍がある。これらは日常活動は全く自由であり、いかなる目的を持って、いかなるところへ行き、またいかなる活動をしようとも、それは各々の心霊の高い理性意識力の赴くままに任されている。しかも、その自由な活動を通して、中心組織を閣外から協力し、全身が一体活動をしている。深海における中堅神軍は、これらの活動神軍であって、自由な活動によって全深海を支えている。巡回神は、主に中枢組織の下部機関である列座神補佐の神軍に接触し、自由な活動をする。同僚の神々と集団で、または自分だけで、国内の政治、経済、宗教、芸術、科学等の分野で、第一線で活動している人々に、随時随所で意識の浸透をし、その理性意識力の高揚と知能の向上のために全力を注いで、広範囲に巡回活動をしている。また、必要に応じて、外国の社会事情や諸文化の調査研究のため、世界各国を年限を定めず巡回して、貴重な現在の知識を蓄えては、その利用や進歩、発展を人間を通じて行う。さらに、必要な地方へ出かけては、森や丘、高い山の峰に立てこもり、その地方の守護と文物の研究に、静かに時を送る場合もある。なお、方向神は、巡回神と同様に、全く自由な活動神である。しかし、方向神の特徴は、自分の活動に何の制限も加えない点である。例えば、一つのものを研究する場合は、自分の好む場所、例えば森や丘、高い山の峰に立てこもって、数十年、数百年、長い場合は数千年もかけて、将来の人類の幸福のために文化発展の基礎を深海に築いておく。そのため、深海の科学文化の知識は、人間界のものよりはるかに進歩している。だから宇宙は、活動神軍による知識の宝庫とも言える。この知識の宝庫は、人間が神との心の通いができさえすれば、いつでも開かれる。いや、神々はこの宝庫を常に人類のために開放している。だからこそ、人類の諸文化は一歩ずつ、新たな発見や発明、創造で進歩している。方向神はまた、人間に関する研究で、神霊としての活動だけではその成果が思わしくない場合、これは滅多にないが、人間の体に自分の濃厚な霊体の一部、微粒子を染み込ませて、赤ん坊から人間生活をやり直すことがある。それでも、心霊の記憶知識を無理に入れると、脳が壊れるので、ただ自分の霊体の微粒子、理性意識力の微粒子を一部分けて、染み込ませて人霊を作る。普通は、宇宙に充満している理性意識力の微粒子が、宇宙の圧力で赤ん坊の体に入るが、心霊が身を取る場合は、自分の霊体を分ける。これが世間でいう神の生まれ変わりである。ただし、これは心霊以外はできない。つまり、死んで間もない人間の霊が、二代後の孫に生まれ変わることは絶対にない。若い人霊は、あまりにも未完成の霊構造のため、その能力もないからである。世間では、この子は祖父の生まれ変わりだとか、こ
この世で悪いことをすると畜生に生まれ変わるとか、自分の前世は畜生であったとか、いろいろと語られるが、これらは仏教の布教の方便であり、事実ではない。人間の出生時には、最初から宇宙の純無垢な理性意識力の微粒子が入る。その他のものは一切入れないよう、強大な心霊の厚い膜で、人間は一人一人、包まれて保護されている。このように方向心は、一つの研究目的のため、再び人間に生まれて、その人間が成長した頃、自分の知識をその人間にひらめかせて、新人として気長に育成、操作する。例えば、菅原道真公を自分の身として操作したのは、太古神の天神狼である。天神とは後世に人間が名付けたもので、すべて神霊には名前はない。また、必要に応じて、成長した人間に随時、短時間浸透し、様々な人間体験をする場合も多い。ただし、本人が気づくことはない。人間が気分の朗らかな、澄み切った、静かな時、つまり放心の体制にある時には、思いがけない良い考えが頭に浮かんだり、良い行いをすることがあり、これこそ心霊の浸透による理性操作である。政治家が議場で演説する場合でも、その心に邪念がなく、真に国家、社会、人類を憂えて語る瞬間には、心霊は、すかさず浸透して、最大限にその雄弁を震わせる。その瞬間、頭の中には思いがけない名文句が次から次へと浮かんで、本人も不思議なくらい立派な演説ができる。だが、そのものが少しでも通り通略を考えて、話をその方向へ移すと、心霊は、すっとその操作を打ち切って、人間との交流を止める。これが、神の人間操作の活動である。このように方向心は、特定の人間に染み入る場合と、一般的に人間の操作をする場合がある。しかし、これは方向心に限らず、あらゆる活動心は、人間界で活動する以上、すべてこのような方法で人間に働きかけ、人間世界の幸福な発展を図っている。また方向心は、信仰心の高い人間が親善に配を進めている瞬間には、そこがどこであっても、その場所に臨んで、その真心を受ける。そして心霊は、自分の強い霊体微粒子をその人に吹きかけて、全身に染み込み、肉体の隅々まで、その活力を高める。同時に、その人の知能も高めて、ますます神に近い理性体に引き上げる。だから人間は、正しい心霊を拝まなければならない。もし動物霊体の化け神を拝むと、その汚れた毒素のような霊体微粒子が人間の体内に染み込み、その清らかな霊、理性意識力が濁り、理性力が低下して、物事の正しい判断力を失う。